こんにちは、アンナスです。今日はサテンステッチが隣り合う、隣同士サテンステッチがたくさん連なっている図案っていうのがあるんですけど、それを刺す時のポイント、気をつけなきゃいけないことっていうのをちょっと説明したいと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、では説明したいと思います。サテンステッチが隣り合う図案っていうのはこういう感じですね。サテンステッチいっぱいあって隣もサテンステッチでっていう、なんか私は畳表と言っているんですけど、勝手にハロウィンとかだとこのかぼちゃの部分ですね、これをサテンステッチでこうやるとなんかかぼちゃっぽく見えるんで、私はあんま綺麗にはできてないんですけど、ガタガタにはなるんですけど、これがうまくいかないっていうかね、前質問があった時にどうしてもこの重なっちゃってロング&ショートみたい、ここにロング&ショートっていういっぱい継ぎ足しでやって一つの面に見せるステッチっていうのがあるんですけど、なんかそれっぽくなってしまいますっていう質問があって、なるほどなって、サテンステッチ、隣り合うサテンステッチっていうのはちょっと今半分刺してあるのがあるんですけど、まずこのね一つのパーツを刺しましたと。で次に行く時に私は針を外から出します。で手が上にいる時に針見えてますよね。だから狙いを定めやすいんです。どこに入れようかなっていうのが分かるんで、同じ穴に刺してください。これがちょっと隙間が空いてたりすると布が見えて変なので、ロング&ショートみたいになる方はちょっとね刺しちゃってるんです。こんなにね思いっきり多分刺してはないと思うんですけど、もう糸をちょっと上に乗っかっちゃっただけでもうロング&ショートステッチに見えてしまうので、すごい微妙なところなんですが、ここわかります？こここの最初に刺繍したステッチと同じ穴に入れます。だからこれ下から出そうと思うと結構難しいんですよね。あれどこだっけってなるんで、外側から針を出して手が上にいる時に狙いを定めてこの辺りかなっていうので丁寧に刺していくとちゃんと溝になります。これ溝にならない場合はちょっと糸を刺しちゃっている可能性がありますね。ちょっと糸刺している。刺さないで必ず同じ穴に入れる。こうやってずっと刺していって、もうこれをきちっと守ってやっていくしかないです。でガタガタになるっていうのは多分ねまっすぐ刺せてない私も含めてなんか普通にサテンステッチをただやる分には問題ないんですけど、隣り合うサテンステッチをやるとガタガタするっていうのは実はここ綺麗に見えてて実はガタガタなんだと思います、私も含めて。なのでここをもっとちゃんとまっすぐ綺麗にできる人はピシーってなるんですけど、結構難しいですね。これはもう訓練が必要なんで、これはしょうがないこれはたくさん刺繍していくうちにだんだん上手くなっていくと私も信じています。っていうことで、こういう風に丁寧に一つずつ手が上にいる時に狙いを定めてやるっていうのを心がけてやっていただくといいんじゃないかなと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。